今日はですね、ベネチアに来ています。今日は買い物をしたいんですけど、買い物のためだけにベネチアに来たのは初めてかもしれません。これからベネチアのディオールに行こうと思います。今日は平日なんですけど、もっと人少ないかと思ったらめちゃくちゃ人多いです。ボンジョルノー、チャオ。今サンマルコ広場にいます。あれがサンマルコ寺院です。でこの大きい広場、今結構工事中なんですけど、正反対の後ろ側の方に突き抜けると、高級ブランドブティック街になります。高級ブランド街の方に近づいていきます。ベネツィアはもう何回来てもいつ来てもやっぱりこの街並みがやっぱり唯一、世界で唯一だと思うんですよね。こんな街並み来るたびに絶対写真とか動画をもう撮ってしまいます。サンマルコ広場の全体はこんな感じです。で今こっちの真後ろの方に抜けていきます。今真後ろに突き抜けてちょっと左の方に行くと、もうフェンディとかが出てきました。ベネツィアのシャネルもあります。ここは化粧品かなですね。香水、化粧品のシャネル。ここにバッグもあります。かわいい。シャネルにもちょっと寄ってみます。かわいい。どうしよう、迷う。ちょっとシャネルのボルサも試してみます。かわいいピンク。じゃーんということで、ディオール箱が大きい買いました。無事に購入できました。じゃあこれからお家に帰って開封したいと思います。はい、ということでこれから開封していきたいと思います。かなり重いです。これ私紙かなと思ってたんですけど、結構重量感があります。クリスマスツリーとかに飾れそうですね。じゃーん、こんな感じ。星2つ目開けます。この箱が重いんですね。このシーン、他の YouTuber さんの動画でよく見たこのシーン。じゃじゃーん。出てきてくれました。こちらディオール D ジョイのブラックミディアムサイズにしました。ここにはチャームがあるんですよね。店員さんのダイアナさんが、このチャームはディオールがいつもポケットの中に小銭を入れてポケットがチャラチャラ鳴ってたそうなんですよ。だからそれを再現しているそうですよ。だからちゃんとそれぞれのパーツに思いが込められてるというか、意味があるんですよね。なんかこの金具の色は何て言ってたかな、名前。なんかゴールドにも見えるんですけど、でも完全なゴールドじゃなくて、光によってはなんかシルバーっぽく見えたりもするんですよね。店員さんがアクセサリーはゴールドでもシルバーでも合わせやすいって言ってました。で中はこういう風にちょっと内蓋っていうか蓋みたいなのがついていて、でこんな感じで開きます。ここにマグネットが2つついてるので、一応こうマグネットで止まるっていう感じですけど、ほぼマグネットでカチッと閉まってるっていう感じはしないかな。こうやってすぐ開きます。で中はスウェードで、内にポケットが1つついてます。ほんとね、結構入ると思います。この蓋があることによってこう中身が滑り落ちない
のはいいなと思います。なのでね、意外とパッて持ってスッて入れてパカッて開く感じです。であとはこのショルダー用のベルトもついてます。これ結構なんて言うんですかね、こうカチャカチャうるさいっていうレビューもよく見てて、確かにこれ歩いてたらチャラチャラうるさいだろうなって思ってたんですけど、やっぱりクロスボディとかで腰のあたりに来るとこう歩くたんびに揺れるんですよね。でもね、意外とこう持つ分には結構振ってもねカシャカシャならないし、これでこうやって持って歩く分にも見てください、意外と音鳴らないです。クロスボディにする時だけやっぱりこう足がねステップに合わせてチャランチャランってはなる感じでした。綺麗なラムスキンです。色はもう黒って最初から決めてたんですけど、サイズがですね、スモールにするかこのサイズにするかめちゃくちゃ悩みました。もうずっとお店の中でスモールつけてみたりミディアムつけてみたり、いろんな持ち方で写真撮ってみたりとかして、店員さんのダイアナさんもたくさんアドバイスをくださって、でダイアナさんはやっぱこっちの方がおすすめ、やっぱり物が中にもっと入るから結局使うのはこっちだろうって言ってくれて、で私ももうこれにしたんですけど、サイズは本当大事ですよね。すごく悩みました。でこの D ジョイにした理由なんですけど、正直私このデザインはあんまり好きじゃなかったんですよ。なんかレディ・ディオールをスパッと半分下切ったみたいな感じの印象が最初あって、なんか本当下が足りないみたいなイメージがあったんですけど、まあいろいろサイトを何回も見て、こう YouTube とかも見ていろいろ調べていくうちに、あれこの D ジョイ意外といいかもって思って、それからだんだん気になって最終的に好きになったんですけど、その好きになった理由がですね、これって結構物も入るしパッと取り出しやすいんじゃないかなって思ったんですよ。これが深さがあると結構奥の方まで硬いのに、こう奥のものを取り出すのが大変そうだなって、幅が狭くて高さがあると結構使い勝手悪そうだなって思ってたんですけど、手がパッとそこまで入ってで幅がある方が、使い勝手がいいかなって思ったんですね。とあと極めつけは決め手はこれですね。このチェーンがあること、このショルダーバッグとして使えるっていうところがもう私はこれがいいなと思いました。レディ・ディオールだとこうやってハンドバッグにするか、あとショルダーだけどこの長いこのベルトでクロスボディとかにできるんですけど、私結構日頃からこうショルダーで持つことの方が多いんですよ。こういう感じで、これを普通にこう肘にかけてもいいし、もうとにかくねこうできるのが一番私はもうこれにする決め手となりました。これだと結構普段でも持ち歩けるなと思ったんですね。実際使ってみないと分からないですけど、そういう理由で D ジョイにしました。でなんで今回このハイブランドのバッグを買おうかって思ったのかっていうと、もともと私ハイブランドとか興味がなくて、今でも全然詳しくはないんですけど興味がなかったんですよ。でもそれはなぜかというと、やっぱりイタリアに最初来た時って奨学金で賄って生活を賄っていたり、あとその後正社員として語学学校で働き始めたんだけど、住み込みで働かせてもらってたぐらいなんでしょう、ギリギリの生活とまでは言わないですけど、やっぱり日頃からできるだけお金を使わないようにっていう節約生活をしてたんですね。もう本当にパニーノ一つ買うのでも 0.5 ユーロでも安い方を選んだりとかしてたんですよ。でもその後年月が経ち、自分でも経済面でも安定してきて、で今フリーランスで日本語教師をメインでやってるんですけど、自分が使うお金っていうのはそこまで昔と変わらず、イタリアで車も買ってないし持ってないし、大きい買い物っていうのを今まであんましたことがなかったんですよね。なんでお金は貯まってきてたんだけど、あんまり
本当に今までお金を使ってきてなかったなって今思えば思います。なんか日本に住んでるとね、誘惑がたくさんあるんですよ。欲しいものがたくさん、可愛いものがたくさんで、みんなそれを持ってるし、自分も欲しくなっちゃう。イタリアってね、生活してみるとそこまでお金使わないんですよ。あんまり日本ほど誘惑がないんですよね。なので今回はもう思い切ってちょこちょこ何かに使うよりは、よしこれに使ったっていうね、思い出に残るようにこうね、今回は高いバッグですけど思い切って買いました。しかもさ、お店の私を担当してくれた店員さんがまたダイアナさんっていうのがね、もうそれはダイアナさんにこっちを勧められたらもちろん私も自分自身で 100% 納得いって、最後にはでこれを選んだんですけど、でバッグを買ったその日も帰って今日はありがとうございましたって一言メッセージ入れようかなと思って入れたんですよ。そしたらその後に返ってきた返事がね、そうだ、今日は選ぶのにすごく時間がかかってしまってごめんなさいって私が送ったら、いや私は自分の仕事を愛しているからあなたの役に立ててすごく私も嬉しいと、大事なのはあなたがあなたの選んだバッグに 100% 満足していること、ディオールのアイコンであるこのバッグを選んでくれてとても嬉しい。そしてこのスモールじゃなくてこのミディアムを最終的に選んでくれてとても嬉しい。他にも何かお役に立てることがあったら何でも言ってねっていうね、メッセージが来ました。すごく優しいですよね。最初にブーツを履かせてもらった時に自分は何も買わなかったんだけど、ダイアナさんの接客がもう本当にすごく丁寧で優しくて、なんか私もっとハイブランドの店員さんってこう見せてやってるわよみたいな人が多いのかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくて、だからそのダイアナさんと連絡先交換して、でまた行きたいなと思えたダイアナさんの人柄もやっぱり大きいなと思いました。はい、ということで今回これが買えて大満足です。これを買ったことによってまたお仕事頑張ろうと、頑張らなきゃって思います。はい、今日もご覧くださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Ci vediamo alla prossima。またね。チャオチャオ。